脳科学が証明した12の秘密。なぜか運がいい人はみんなやっている。運がいい人には理由がある。偶然なんかじゃない。それは毎日のある習慣の積み重ねだ。不運が続く人には決まって共通点がある。逆に運がいい人も例外なく同じことをしている。それは単なるラッキーじゃない。脳科学がもうすでにその仕組みを証明している。なぜあの人にはチャンスばかり舞い込むのか。なぜ自分だけいつもついていないのか。その答えは12の習慣の中にある。今から話すことは人生の流れを変えるための運命の地図だ。一つでも行動に移せばあなたの現実は確実に変わり始める。これは希望論でも根性論でもない。神頼みでもない。脳が運を引き寄せる状態へと変化する。そんな科学で裏付けられた方法だけを伝える。運を味方にしたいならまずは知ることだ。その後すぐに実践すること。たったそれだけであなたの運命は書き換えられる。自分を雑にすると運が逃げる。運を味方につけたければ最初にやるべきことはたった一つ。それは自分を丁寧に扱うことだ。逆に自分を雑に扱った瞬間から運は静かにしかし確実に離れていく。これはスピリチュアルではない。脳科学と行動心理学が示すれっきとした事実だ。人は無意識に扱われ方で他者を判断する。それは他人に対してだけではない。自分自身に対しても全く同じだ。自分で自分をどう扱っているかが世界にそのまま反映される。例えば自分の失敗を何度も責めたり、鏡の中の自分に向かってため息をついたり、どうせ自分なんてと心の中でつぶやいてしまったり、そういった日々の自己否定の積み重ねがあなたの運気の流れを静かにせき止めている。もしあなたが今人から雑に扱われると感じているなら、それは自分自身を丁寧に扱っていないことのサインかもしれない。思い出してほしい。誰かの家に入った時、その家が整っていて家具も手入れされ空気が澄んでいたらどう感じるだろうか。大切にされている空間には自然と敬意が生まれる。それと全く同じことが自分自身にも起きている。自分を大切に扱う人には自然と周囲も丁寧になる。そして運もそこに引き寄せられる。なぜなら脳は価値あるものに注意を集中させるようにできているからだ。逆に自分を傷だらけの車のように扱えば壊れても構わないものとして扱われる。これは人間関係だけでなくチャンスやタイミングにまで影響を与える。だから今すぐ始めてほしい。朝鏡の前で今日も最高だと声に出している。体調が優れなければ無理せず休む。好きな服を着てこれが自分だと胸を張る。些細なことかもしれない。だがこうした行動の一つ一つが自分の価値を無意識に再認識させ、その積み重ねが運の流れを変えていく。自分を大切に扱うというのはわがままでも甘やかしでもない。それは運気を受け取るための受信体制を整える行為だ。運とは偶然ではない。運とは自己価値に応じて現れる現実の質なのだ。だからこそ今ここで決めよう。自分の扱いを180度変える。どうせ自分なんてという口癖を今すぐ捨てる。今日も運が良くなる気がすると自分に語りかける。そうすれば世界がゆっくりとだが確実にあなたに優しくなっていく。そして気づくだろう。あなたの中で変わったのは運ではなく自分の在り方だったのだと。運は思い込みで動き出す。運の本質は思い込みにある。この一文を軽く流さずに受け止めてほしい。なぜならこの思い込みがあなたの脳、行動を、そして現実を根こそぎ変えるからだ。脳には信じたことを証明しようとする性質がある。心理学では確証バイアスと呼ばれる。つまり自分は運が悪いと信じれば脳は無意識のうちに不運の証拠を探し始める。電車に乗り遅れたらやっぱりついてない。仕事でミスをすればやっぱり自分はダメなんだ。こうして脳は信じた通りの現実を積み上げていく。逆もまた真実だ。自分は運がいいと思い込んでいる人はどんな出来事にも運の種を見出す。電車に遅れても事故に巻き込まれなかった。ラッキー。ミスをしても今気づけてよかった。助かった。この違いが積もりに積もって人生全体の流れを大きく分けていく。思い込みは幻想ではない。脳の情報処理と行動選択の土台そのものだ。だからこそ運を変えたければまず思考の土台そのものを塗り替えなければならない。想像してみてほしい。あなたの目の前に大小さまざまなチャンスが現れる。けれど自分は運が悪いと思っている限りその多くを見逃すか最初から避けるようになる。逆に自分は運がいいと信じていればどんな小さなきっかけもチャンスとして拾える。その一つがやがて人生の大転換へとつながっていく。実践すべきことはシンプルだ。まず朝起きた瞬間に今日はついてると声に出している。根拠はいらない。根拠は後から現実が作ってくれる。この宣言を続けるだけで脳は証拠探しモードに切り替わる。そして不思議なことに
本当に運のいい出来事が増え始める。人は信じた通りの未来を生きる。運が悪いと決めつけた瞬間から、運はあなたの元を離れ、運がいいと確信した瞬間から、運はあなたに引き寄せられる。その違いは、運そのものではなく、運をどう見ているかという視点にある。思い込みは、運を引き寄せる起動スイッチだ。まずは信じること。今日から自分を運のいい人間として再定義せよ。それが、脳を変え、行動を変え、やがて運命すらも動かすきっかけになる。ラッキーという人にだけ、運は近づく。運を呼ぶ人間には、ある決定的な口癖がある。それが、ラッキーだ。ただのポジティブワードではない。これは脳の認知回路を書き換える、極めて強力なトリガーだ。あなたがラッキーと言った瞬間、脳はなぜラッキーなのかを探し始める。なぜなら脳は矛盾を嫌う性質を持っている。明らかに最悪な状況でもラッキーというと、脳は混乱する。本当に、なんでそう思ったと問いを発し、その答えを無意識で探し始める。ここからが重要だ。脳は問いに答えを出そうとするとき、実際に意味を作り始める。事実よりも解釈が先に立つ。そしてその解釈が、現実の受け取り方を丸ごと変えていく。だから、コーヒーをこぼしてもラッキー。電車を逃してもラッキー。仕事でミスをしてもラッキー。なぜならその瞬間から、脳はポジティブな理由を探し出し、感情の流れを反転させるからだ。この言葉が持つ威力は、科学でも証明されている。ポジティブな自己言及をすることで、ドーパミンとセロトニンの分泌が促進され、脳の判断力や創造性が飛躍的に高まる。つまり、運を見極め、掴むための内部環境が整い始める。さらに、ラッキーという人には、周囲も自然とポジティブな空気を返してくる。言葉は空間を変える。あなたが発した言葉は、周囲の認知も変えていく。それが、運を引き寄せる磁場を作る。もちろん、最初は違和感があるかもしれない。ピンチでラッキーということは、演技のように感じるだろう。だが、その違和感こそが、脳の回路が古い習慣から抜け出そうとしている証だ。つまり、脳の再構築が始まったサインでもある。言葉は、現実のスタートスイッチだ。だからこそ、最初に変えるべきは何を言うかなのだ。今日から始めよう。何があっても、まずはラッキーと口にする。感情が追いつかなくてもいい。感情は、言葉の後からついてくる。そして気づくはずだ。不思議なことにラッキーと言い続けた日々の先に、本当にラッキーなことが増えていることに、それは偶然ではない。言葉が脳を変え、脳が現実を変えたからだ。運とは、待つものではない。引き寄せるものだ。そしてその第一歩は、たった一言のラッキーから始まる。誰と過ごすかで、運は決まる。あなたの運気は、あなたが今、誰と時間を共有しているかで決まる。これは精神論ではない。脳科学が示した、環境の圧倒的な影響力だ。人間の脳は、周囲の言葉、態度、エネルギーに強く影響を受ける。ミラーニューロンという仕組みが、それを証明している。これは、他人の思考や感情を自動的に模倣する脳の性質だ。つまり、あなたがもし、ネガティブな人と多くの時間を過ごしているなら、その思考、口癖、運気までもが、あなたにコピーされていく。逆もまた、絶対の法則だ。いつも前向きで、チャンスに敏感で、人生を切り開こうとする人間の近くにいれば、あなたの脳も、同じように動き始める。これは選択ではない。完全に、脳の構造としてそうなってしまうものなのだ。だからまず、見直してほしい。今、あなたの身近にいる人たちはどうだろうか。それは無理だ。やめておけという人ばかりではないか。失敗や不安を前提に、行動を制限するような人がいないか。彼らが悪いわけではない。だが、その思考は、あなたの可能性を確実に削っていく。対照的に、運のいい人はこう言う。それ面白いじゃん。やってみよう。どうやったらできるか考えよう。この違いが、未来の現実を分ける。運を引き寄せたければ、まず運のいい人を探せ。そして、勇気を出して近づけ。最初はただの観察者で構わない。彼らの口癖、意思決定、感情の扱い方をじっと見て学べ。そして一つずつ真似をする。思考が似てくれば、やがて行動が似てくる。行動が変われば、環境が変わる。環境が変われば、人生はそのまま塗り変わる。これは、運気のリレーだ。近くにいるだけで、脳のネットワークはその人のエネルギーを受け取り始める。それは、電波のように見えないが、確実に届いている。重要なのは、距離感を見極めることだ。完全に切り離せない関係なら、物理的な時間を減らす。そして空いたスペースに、運を持つ人間の言葉、行動、発信を意識的に入れていく。本、動画、音声、どんな形でもいい。脳を新しい空気で満たすことが、あなたの運気を動かす起点になる。たった一人の出会いが人生を変える。それは、美談ではなく現実だ。そして今、あなたが誰と過ごすかで、未来のすべてが決まる。
挑戦をやめた瞬間、運は止まる。運は常に流れている。ただし、それは静かな水流のように、挑戦という動きがなければ、すぐに濁ってしまう。人は、挑戦をやめた瞬間から、運の通り道を閉ざし始める。それは脳の働きが鈍るからでもあるし、外からのチャンスが見えなくなるからでもある。現状維持は、安定ではない。それは、ゆっくりと運を腐らせていく静かな停滞だ。なぜなら、運は変化の中にしか現れない。運がいい人の共通点は、常に何かに挑戦していること、新しいことに一歩踏み出し、道を受け入れ続けている。だからこそ、脳は活性化し、感性が鋭くなり、チャンスが現れた時に、それを見逃さずに掴むことができる。運は、挑戦という刺激によってのみ、動き出す。脳はもともと、未知に反応する。新しい体験、新しい刺激、新しい選択肢に触れるたびに、神経回路が再構築され、直感力が高まる。そしてその状態こそが、運気が通過しやすい開かれた状態だ。逆に、毎日同じことの繰り返しをしていると、脳は全てを当たり前として処理し始め、新しい情報への感度が下がっていく。結果として、運もチャンスも視界から外れていく。だから必要なのは、習慣的な挑戦だ。毎月、テーマを決めて自分に小さな負荷を与える。新しい本を一冊読む。行ったことのない場所に足を運ぶ。一度も話したことのない人に声をかける。その挑戦は、結果を出すためではない。脳を活性化させ、運気の通路を開いておくためだ。たとえ失敗しても構わない。むしろ、失敗という結果こそが、その挑戦が本物だったことの証拠だ。運のない人は、完璧な準備を待ち続ける。運のある人は、動きながら整えていく。この差が、数年後には運命の違いを生む。挑戦をやめた瞬間から、脳は過去しか見なくなる。だが挑戦を続ける限り、脳は常に未来に向かって開き続ける。そして未来を見ている人間にこそ、運は集まるようになっている。今日から日常のどこかにわずかな違和感を挟み込め、いつもと違う道を歩く。初めてのメニューを選ぶ。ずっと避けていたことに、あえて手を出してみる。その一歩が、運を呼び込むスイッチになる。挑戦とは、大げさなものでなくていい。小さな一歩で十分だ。ただし、それをやめた瞬間から、運もまた、静かに止まり始める。だから、動き続けろ。挑戦し続けろ。運の流れを止めるな。それが、人生を切り開く者にだけ許される習慣だ。心に余白がない人に、運は見えない。運とは、受け取る準備ができている人にしか見えない。その準備とは何か。それが余白である。予定を詰めすぎたスケジュール。やるべきことで埋まった頭。常に何かを処理し続ける思考の癖。その状態にいると、運が目の前を通っても気づけない。なぜなら、脳は処理中の情報にしか意識を向けられないからだ。人の脳には、毎日絶え間なく思考が流れている。そのほとんどが無意識で、同じ思考が繰り返されているとも言われている。具体的な回数には諸説あるが、膨大な数の判断が、毎日の習慣や環境によって左右されていることは間違いない。そのうちの9割以上が、前日と同じ思考だという。つまり、余白のない脳は、新しい可能性に反応しない。ただ、昨日と同じ情報をぐるぐると再生するだけだ。これでは、運が入り込む余地がない。余白とは、何もしない時間ではない。むしろ、何も決めていない空間をあえて残すことだ。思考の中に隙間を作る。その隙間にこそ、直感は降りてくる。アイデアがふと湧くのは、散歩中だったり、シャワーを浴びている時だったりする。その理由は、脳がオフになる瞬間に、潜在意識が静かに浮上してくるからだ。運も同じだ。常に何かを求めて、追いかけている時ほど、本当の運は、視界からすり抜けていく。だからこそ、意識的に何もしない時間を作る必要がある。スマホを置き、誰とも話さず、思考を止める。たった10分でもいい。その10分が、脳のノイズをリセットし、感受性と直感力を回復させる。そして気づく。見過ごしていたチャンス、小さな変化、人の表情の違い、偶然に見える運命のヒント。これらは、常にあなたの周囲に存在していた。ただ、心に余白がなかったから見えなかっただけだ。運は派手に現れない。静かに、そっと、あなたの視界の端に姿を見せる。だからこそ、受け取る側にスペースが必要なのだ。余白を恐れる人は多い。暇になったら、焦る。空白を埋めたくなる。でもその衝動こそが、運を遠ざける。恐れずに余白を持て。退屈と向き合え。沈黙に耳を澄ませろ。その静けさの中に、運の入り口がある。そしてそこから、新しい人生が静かに始まり出す。感謝を忘れた瞬間、運は離れていく。どんなに努力していても、どれだけ目標に向かっていても、感謝のない人から、運は静かに離れていく。運とはエネルギーの流れであり、感謝は、その流れを開く鍵だ。なぜなら、感謝とは、
自分を取り巻く世界との関係性を肯定する行為だからだ。ポジティブ心理学の研究によると、毎日感謝を記録する習慣がある人は、幸福感だけでなく、集中力、免疫力、さらには収入まで上がるという結果が出ている。これは偶然ではない。感謝は脳を変える。特に前頭前野と呼ばれる領域が活性化し、注意力や判断力、共感力が高まる。その結果、目の前のチャンスに気づく力が強くなる。つまり、運がいいという状態が自然と増えていく。だが逆に、感謝を忘れた脳は、足りないもの、うまくいっていない部分ばかりに意識が向く。すると不満が増え、世界を敵として扱い始める。この時点で、運の扉は閉じられる。どんなに恵まれた状況にあっても、感謝がなければ、運は滞る。なぜか、それは、感謝こそが運と対話する姿勢だからだ。ありがとう。と口にすることは、今この瞬間、何かが自分の元に届いているという事実を、ちゃんと受け取ります。という宣言でもある。この宣言を脳が繰り返すことで、潜在意識は自分は受け取っている存在だと認識を深めていく。そして受け取っている人には、さらに多くのものが自然と集まり出す。これは精神論ではない。脳のラス、毛様体不活系というシステムが、感謝の感情と一致する情報を優先的に拾い上げるからだ。つまり、感謝を感じている人間は、感謝すべき出来事ばかりが目に入りやすくなる。結果として、最近ついてる。なぜか運がいい。と感じる場面が増える。だが逆に、なんで自分ばかりと不満を抱える人の脳には、不運な出来事ばかりが増えていくように感じられる。その差を生むのは、事実ではなく、感謝の有無である。だから、運を味方につけたければ、何よりもまず気づくことが必要だ。日常の中にある小さな奇跡、呼吸できること、誰かと話せること、温かいものを食べられること、これらを雑に扱い始めたとき、脳は当たり前の奴隷になり、やがて、運を見失う。運がいい人間は、例外なく感謝の達人だ。それはスピリチュアルな信仰ではなく、習慣の選択である。誰かが親切にしてくれたとき、ただありがとうというだけでいい。口に出すことで、脳に刻まれる。感謝は、世界と自分のつながりを回復する行為だ。そして、そのつながりが回復したとき、運はまた、あなたの元に流れ始める。迷ったとき、運は直感の方にある。考えれば考えるほど、チャンスは遠ざかっていく。なぜなら、運というものは、理屈ではなく流れに乗ってやってくるからだ。そして、その流れを感じ取るセンサーこそが直感だ。直感とは、単なる感や気まぐれではない。それは、あなたの中に蓄積された経験、記憶、感情、すべてを統合して一瞬で導き出される。最も自然な判断。心理学の複数の研究では、複雑な選択ほど直感が正解に近づくことがあると示されている。特に、経験を積んだ領域では、意識的な思考よりも、直感の方が早く正確に働くことがある。直感とは、実は最速の脳の働き方だ。脳の扁桃体や前頭前野が連動し、外からの情報を言葉になる前に判断している。つまり、まだ説明できないけどなぜかそう感じるという状態は、脳がすでに何かを察知している証拠でもある。問題は、私たちがその感覚をすぐに打ち消してしまうことだ。気のせいだろう。もっと考えてからにしよう。根拠がないから不安だ。その時、直感が差し出してくれた運の糸は、音もなく消えていく。運がいい人間は、例外なくこの感覚に従っている。なぜなら彼らは知っている。最初に感じたひらめきが、未来を変える鍵であること。人生を決めるのは、論理ではなくタイミングだ。そして、そのタイミングを捉えるのは理屈では間に合わない。だから、迷った時は直感の方を選べ。気が進まないなら、やめていい。理由はわからなくても、なぜか惹かれるなら、踏み出せばいい。その判断こそが、あなたの人生を運のある方向へと流していく。もちろん、直感に従って失敗することもある。だが、それもまた必要なプロセスだ。運は、挑戦する人間にだけ道を作る。安全な選択ばかりを続ける者に、流れは決して巡ってこない。大切なのは、直感を信じる筋力を育てることだ。そのためには、小さな選択を訓練に変える。メニューを選ぶとき、会話の言葉を選ぶとき、誰かと会うかどうかを決めるとき、その度に、自分の内側は何を感じているかに意識を向ける。他人の目や正しさや効率やそういった外の声を一度全部黙らせてみる。そして自分の中にある静かな確信を探す。それが直感だ。直感はあなたの未来を先に見ている。だから従えば流れに乗れる。逆らえば運が去っていく。迷った時、どちらが正しいかではなく、どちらがしっくりくるかを基準にしろ。その直感の選択こそが、運命を大きく動かす、目に見えないレバーなのだから。部屋の乱れは、運の乱れ。幸運を引き寄せるには、まず空間を整えることだ。
信じがたいかもしれないが、あなたの身の回りの散らかりは、そのまま、頭の中の状態を映し出している。机の上がごちゃごちゃしているとき、人は情報の整理もうまくできない。クローゼットの奥に何があるかわからないような状態では、自分の心の奥にも手が届かなくなる。これを裏付ける研究もある。プリンストン大学の神経科学研究所によると、視覚的に散らかった環境は、脳の処理能力を低下させ、集中力や生産性を著しく下げると報告されている。つまり、部屋が乱れていると、運どころか、目の前の現実すらまともに扱えなくなる。整理整頓とは、ただの掃除ではない。それは、自分の意識を一つ一つ整えていく作業でもある。不要なものを手放す。優先順位を決める。今必要なものだけを手元に置く。この一連の流れは、脳の前頭前野を活性化させ、判断力や選択力まで鍛えてくれる。そして、空間が整うと、不思議と余白が生まれる。その余白にこそ、運が入り込む。なぜなら運とは、余白に流れ込むエネルギーだからだ。スケジュールがパンパンの人より、予定に少しゆとりのある人の方が、偶然のチャンスを受け取りやすいように、部屋も、心も、詰め込みすぎると運は入れない。運がいい人の部屋に行くとわかる。決して豪華ではないが、空間に流れがある。物が呼吸しているように、配置にも意味がある。そして何より、物を大事に扱っている。それは、人生を大事にしているということだ。運を引き寄せるというのは、スピリチュアルではない。日々の行動と選択の積み重ねだ。身の回りの空間を丁寧に扱う人は、無意識に自分の人生も丁寧に扱っている。だからこそ、運はその人に味方する。逆に、何をどこに置いたかもわからない。床に物が散乱している。開かずの引き出しがいくつもある。そういう状態では、運が近づいても気づけない。チャンスは整った場所にしか現れない。だからこそ、まずは目の前から整える。使っていないものを処分する。机の上をリセットする。出しっぱなしのままの習慣を手放す。たったそれだけで、心がすっと軽くなる。そしてその軽さが、新しい流れを呼び込む。運を動かしたいなら、まず物を動かすことだ。物が動けば、エネルギーが動く。エネルギーが動けば、心が変わる。心が変われば、運は必ず動き出す。運が停滞していると感じたら、部屋を見よ。それは、あなたの運勢の鏡である。選ぶ情報で、運命は書き換わる。人は、毎日2万以上の選択をして生きている。だが、その大半は自分で決めているつもりで、実は見聞きした情報に操られている。スマホを開けば、いやおうなしに目に飛び込んでくる言葉や映像。それらはすべて、あなたの脳に静かに蓄積されていく。脳は、入ってきた情報を現実と判断する。ネガティブなニュースばかり見れば、世界は危険に満ちていると錯覚するし、誰かの成功ばかりを見続ければ、自分は遅れていると錯覚してしまう。これが、無意識の思考を作り、感情のベースを作り、やがて、運の流れまでも左右するようになる。運とは偶然ではなく、意識と選択の積み重ねだ。だから、何を見て、何を信じるかが、人生の方向を決めてしまう。心理学ではプライミング効果と呼ばれる現象がある。人は、直前に見た情報の影響を強く受けて、その後の行動や判断が変わってしまうというものだ。つまり、あなたが今、何を目にし、何を聞いているかが、この先の運命を密かに書き換えていくということだ。運がいい人は、この入り口に敏感だ。SNS をスクロールしながらも、自分の心がざわつくアカウントは、静かにミュートする。心が前向きになる投稿だけを残す。読む本、見る映像、聞く音楽、そのすべてに意図がある。自分を整えるために心地よい情報を選んでいる。一方で、不運が続く人は無防備にすべてを受け入れてしまう。情報は毒にも薬にもなる。そしてその区別は本人にしかできない。だから意識的に選ぶ。その情報は自分の未来につながっているか。その言葉は自分の可能性を広げてくれるか。誰かの怒りに飲まれていないか。誰かの価値観に支配されていないか。問い続けろ。そして不要なものは容赦なく遮断しろ。情報を選ぶということは、何を受け入れ、何を拒否するかを決めるということだ。それは、自分の人生をどう設計するかという意志の表れでもある。運を呼び込みたいなら、脳に入れるものを変えること。外から来る情報は、自分の内面を静かに塗り替えていく。例えば、毎日一つ、前向きな言葉を読む。成功者の習慣を観察する。希望に満ちたストーリーを聞く。たったそれだけで、脳は運がいい状態に再配線されていく。運命を変えるのは努力ではない。まずは何を信じるかだ。そしてそれはあなたが何を見てきたかに左右される。だから選べ。目の前の情報があなたをどこへ連れて行くかを。情報の選別は人生の選択と同じ重さを持っている。その一手が未来の流れを根こそぎ変えてしまう。運の入り口はあなたの目と耳にある。それをどう使うかが
すべてを決めるのだ。小さな成功が運を動かすスイッチになる。運がいい人とそうでない人、その差は生まれつきのものではない。日々の小さな行動がその差を生み出している。人は結果を見て運がいい、才能があるという。だが本当はその裏にある小さな勝利を見落としている。成功とは大きな一発で決まるものではない。何気ない一つの選択とその積み重ねでしか生まれない。例えば今日やるべきことを一つでも終わらせた。苦手な相手に笑顔で挨拶できた。寝坊せずに朝から予定通りに動けた。それだけでいい。このできたという実感が心にスイッチを入れる。やれた自分が次の行動を後押しする。これが自己効力感と呼ばれる感覚。心理学ではこれが高い人ほど運を引き寄せやすいとされている。なぜなら彼らは行動するからだ。そして行動こそが運の引き金になる。行動が偶然を生む。偶然がチャンスに変わる。チャンスは待つものではなく動くものにだけ届く。その動ける力は根拠のない自信ではない。過去の小さな成功体験の積み重ねが作る揺るがない自己認識だ。脳科学の世界でもこの現象は確認されている。何かをやり遂げた時、脳内ではドーパミンが分泌される。この快感がやる気を作り、次の行動を楽にしていく。だからこそ小さな成功は絶対に見逃してはいけない。多くの人がもっとすごいことをしなければと焦っている。でも本当に大事なのは目立たない努力を認めること。今日自分が一歩でも進んだという事実を自分で見つけてやることだ。その認識が自分はやれるという確信に変わる。この確信こそが運の土台となる。大きな夢を叶えた人に聞くと決まってこう答える。特別なことはしていない。ただ小さな約束を守り続けてきただけ。それが真実だ。人生は急には変わらない。でも小さな変化を積み上げた先にだけ大きな流れが生まれる。そしてその流れの中に運はやってくる。見逃された小さな成功がやがて運命を動かすスイッチになる。誰に見られていなくても構わない。自分が自分の一歩を知っていればそれでいい。自信はそうやって育つ。運はその自信に引き寄せられる。運は自然の中で静かに整えられる。運がいい人には共通して自然との距離が近い。都会にいても彼らはどこかで自然に触れようとする。緑を眺める時間、風に身を任せる瞬間、水の音に心を預ける習慣。そこには理由がある。自然には運の流れを整える力があるからだ。ハーバードヘルス誌によると自然の中で20から30分過ごすだけでストレスホルモンが大きく低下するという研究結果がある。緑のある環境に身を置くだけで自律神経が整い、感情の波も穏やかになる。これにより集中力や判断力が回復し、心は本来のバランスを取り戻していく。これは単なる癒しではない。人間の神経系は自然のリズムと深くつながっている。呼吸、心拍、思考、すべてが自然に同期していくことで脳は過剰な興奮を鎮め、本来持っていた直感力と集中力を回復していく。運はそんな整った状態のところにしか降りてこない。焦っている時、余裕がない時、目先のことで頭がいっぱいな時、運の入り口は見えなくなる。だが自然の中に身を置くと無意識が変わる。緑を見るだけで脳内ではセロトニンが分泌され、安心のスイッチが入る。この時視野が広がり、五感が敏感になる。チャンスの兆しを感じ取り、偶然をつかむ余白が生まれる。運とは情報の粒のようなものだ。見えていないだけで常にそこに漂っている。だが受け取るには受信状態を整えておく必要がある。その感度を高める最もシンプルな方法が自然に触れることだ。土を踏む、光を浴びる、風を感じる、音を聞く。どれも原始的な行為だが、これが人間本来のバランスを取り戻す鍵になる。そしてバランスが整った時、偶然が重なりやすくなる。面白いことに運がいい人ほど感謝が口癖だ。そしてその感謝は多くの場合自然への敬意とつながっている。空がきれいだった、風が心地よかった、その一言が運の回路を開いていく。自然の中で整った心は欲望を手放し、焦りを鎮め、運を受け取れる静けさを作る。だからこそ忙しい時ほど自然に触れなければならない。成功者が山を歩く理由はただの趣味ではない。そこに戻ることで余白と直感と集中を取り戻し、もう一度運の波を正しく捕まえるためだ。運は力ずくで引き寄せるものではない。整った心に静かに寄ってくるものだ。その静けさをくれるのが自然という存在。疲れた時は森を歩け。答えが見えない時は空を見上げろ。感情に飲まれそうな日は水の音を聞け。自然はいつも黙ってそこにいる。あなたの運のリズムを整えてくれるのはいつだって自然だ。運を味方につけた人生。
幸運とは偶然の連続ではない。運を味方につけている人は静かに積み上げている。誰も見ていないところで自分の心を整え、言葉を選び、たった一歩の行動を今日も選んでいる。目立たない習慣、地味な思考の癖。でもその一つ一つが確実に流れを変えていく。そしてある日、周囲が運がいいねと言い始める。だが本人はそれを偶然とは思っていない。運とは信頼だ。自分への信頼、人生への信頼。目に見えない何かに導かれても迷わず進む力。そしてそれは整えられた意識からしか生まれない。人は目の前の現実に運を左右されていると思っている。でも実際は逆だ。運が現実を変えている。そしてその運はあなたの中の選び方が引き寄せている。選ぶのは感情か、それとも未来か。恐れか、それとも可能性か。言い訳か、それとも行動か。その選び方が全ての偶然を動かしていく。もう祈らなくていい。もう願わなくていい。必要なのは動き続けるあなた自身だ。整える、信じる、動き出す。この3つが揃った時、運は確実にあなたの背中を押し始める。どれだけ静かに見えても、その内側には運を動かす力がある。もう誰かの幸運を羨む必要はない。今からでもあなたの人生は運を味方にしたストーリーに変わっていく。